ンスフォーマーの歴史。それは悪の軍団デストロンと正義の戦士サイバトロンの戦いの歴史であった。だが戦いを嫌う新種のトランスフォーマーマイクロンの出現によって、その戦いは彼らを守り解放しようとするコンボイと奪い服従させんとするメガトロンの戦いへと変化を見せる。新たなる戦士を迎え、両軍のマイクロンをめぐっての攻防は新しい局面を迎えたのである。輝け眩しい光を浴びて渦巻く銀河の彼方へ旅立てよトランスフォーマーズ。深い闇に答えを求め胸を焦がす戦いの日々、運命に進化したく生命体、傷つきさまよいそれでも優しさ探し当てた時、君の中何かが変わり始める。虎鉄の勇気輝け眩しい光を浴びて渦巻く銀河の彼方へ旅立てよトランスフォーマー。伝説の勇者戦え溢れる想い抱いて、いつの日かこの空いっぱい勝ち誇れトランスフォーマーズ。すっげえ。愉快だ、誠に愉快だ。メガトロン様はどうされてしまったのだ。やられたのに笑ってるぜ、気色悪い。コンボイに撃たれたことが答えたんじゃないか。おめでとうございますメガトロン様。わかるかスラストよ。もちろんです。宇宙最強の武器アストロブラスターの出現。あれを我が手にすれば長きにわたるサイバトロンとの戦いも立ちどころに決着がつく。それどころか宇宙征服も夢ではないわ。おう、メガトロン様の守護星が一段とまばゆく輝いて周囲の星を飲み込もうとしております。これはメガトロン様が必ずやサイバトロンどもに勝利しセイバートロン星へ凱旋されることを暗示しているに違いありません。しかしアストロブラスターはコンボイたちの手に渡ったままだぞ。良いかスラスト、何としてでも奴らからアストロブラスターを奪い取るのだ。お任せをメガトロン様。アストロブラスターの出現はその扱いをめぐってコンボイたちの間に大きな議論を呼んだの。なぜですか。コンボイ司令官もあの威力を見たじゃないですか。アストロブラスターさえあれば宇宙に敵だし一気にデストロンを叩き潰せますよ。やりましょうよ司令官。なんなら奴らの基地に乗り込んで暴れ回ってやりますよ俺。奴らが暴れ回ることを思えば多少の被害が出たとしてもそのパワーを使うだけの価値はあると俺は思う。そうですよ、これは天のくれた最大のチャンスなんです。コンボイ司令官やりましょう。デストロンどもをぶっ潰してやりましょうよ。司令官どうするコンボイ。静かにしないと見つかっちゃうだろ。だけどこんなことをして本当にいいのかよ。構うもんか。このマイクロンたちは戦いを怖がってるんだ。でもこのままじゃ武器として使われちゃうよ。それじゃあかわいそすぎるよ。ラット、もう少し声を小さくした方が。おい、こっちこっち。見つからなかった？
何してんだ軍師殿。地球人が作ったものを利用させてもらってサイバトロンどもの動向を伺うのです。これも全てアストロブラスターを奪うため。そんな面倒なことをする必要はない。戦えば済むことだ。あなたがアストロブラスターの標的になってくれるのならそれでもいいでしょう。そいつはいいや。正面からではリスクが大きすぎる。絶えず奴らを監視し続け隙を見出してそこを君たちの意見は分かった。じゃあしかしアストロブラスターになるマイクロンたちの意見も聞かなくてはならない。そんなこと。プライム、彼らを呼んできてくれないか。どうした。くそ、俺にはまだマイクロの言葉は今一つわからないぜ。何？あのマイクロンがいないって？そういえば子供たちの姿も見えないぞ。とにかく探してみよう。お前さっきから何書いてんだ？なんでもないよ。なんだ？何？何？ママが作ってくれたスパゲティとっても美味しかったよ。それからハンバーグも美味しかったし、グラタンも美味しかったし、サンドイッチはちょっとしょっぱかったけれど美味しかったし、ステーキはなんて言っても美味しかったし。なんだこれ？パパとママにお別れの手紙だよ。バカチン、俺たちは家出するんじゃないんだぞ。マイクロンを隠したらすぐに戻ってくるんだからな。そっか、泣いたりして損しちゃった。そんな内容でどうして泣けるんだ？超疲れた。あらあらダメよ。マジごめん。君たちはどこまで行くの？そんな難しいとこに行くんだ。ピポポンペ？やだ、キャシーわかんない。そうだ、お菓子食べる？さあ、手出して。大きな手。それに硬そうね。空手やってるの？切符買ってきたぜ。こいつダイエット中で甘いものダメなんです。バスが出ちゃう。じゃあね、お姉さん。危ないところだった。もう少しで大騒ぎになるとこだったよ。ちゃんと見張ってなくちゃダメじゃないか。ごめん。こいつが変な手紙書くもんだからさ。ビリーが読んだりするから。早いとこバスに乗っちまおうぜ。乗り場はあっちみたい。第2階層にもいません。 D ブロックもだ。すると基地の中は全部探したことになる。どこ行っちまったんだ？かくれんぼってわけでもなさそうだし。となると残された可能性は外か。まさか子供たちが連れ出したのか？司令官、私たちがビークルモードになって探すしかない。ホットロッド、シルバーボルト、君たちも頼むぞ。了解。そちらはどうだ？見つかりません。見えるのは普通の車ばかりです。もうこの町にはいないんじゃないですか？それは時間的に不可能だ。じれったいぜ。なんで待機なんだ。俺が行けばすぐにでも見つかるのによ。お前では目立ちすぎる。それともわしらの存在をこの星の連中に知らせたいか？もう少し地味なものをスキャンすればよかったのにな。何言ってんだよ。お前だって十分目立ちすぎるぜ。コンボイ。地球人に存在を知られる恐れがあるというのに、これは何かありましたね。あれはスーパーよ。私たちが生活するのに必要なものを売っているの。
あそこは野球場だよ。お前も野球がやりたいのか？すっかりやる気になってるぞ。君もやってみるかい？あれはいたぞ。どこだ？バスの中だ。ラットたちも一緒にいる。やはり子供たちが連れ出したのか。だろうな。仕方のない連中だ。とっちめておかないと。そのことは後回しだ。合流するぞ。あと一歩だったのに。早く通してくれよ。もう司令官。どうやらあのバスを追っているようですね。もしかして。司令官はハイウェイに乗ったぞ。ああ、分かったけどよ。ああ、一体何両つながってるんだこれ。こっちも時間がかかりそうだ。まずい。やれやれだ。私たちが行くまでは司令官に任せるしかない。こんなところ？こいつらを隠せる場所があんのかよ。あるんだな、それが。あっちよ。やっとトウモロコシ畑を抜けたぞ。もう少しだ。まだかよ。僕もう歩けないよ。あそこよ。うわー、すごいところ。ここなら誰も来ないだろうし、コンボイたちにもわからないわよ。こんな場所よく知ってたな。何年か前、ドロンコ探検隊でキャンプに行った時にたまたま帰りに見つけたんだよ。そんなことよりご飯にしようよ。お腹ペコペコ。これでホットサンドが作れるよ。コンセントはどこ？コンセントなんかあるわけないでしょ。じゃあホットサンドはどうなるの？生で食え。生で。ご飯を食べる前にやることをやっておこう。いいかい？もしも人が来たらこの音がするからね。そしたらすぐに建物の中に入るんだぜ。しゃあ、この鏡に人の姿が見えたらどこかに隠れるのよ。でも窓が汚すぎて何にも見えないわね。これじゃ窓掃除もしなきゃ。もしここまで追いかけてこられたらこれで天井に飛び上がれよ。わかったよね。ありゃ。ご飯。これでホットサンドが食べられる。おい、来てみろよ。どうしたんだビリー？どうだい？じゃーん、西部の男ビリー・ザ・キッドだぜ。どうしたんだそれ？落ちてたんだ。まだいくつかあったぜ。よし、俺も。おいスラスト、いつまで情報収集を続ける気だ。そろそろ戦わんと体が錆びついてしまうぞ。あれ、どこ行った？おいイカトンボ。空がでっかいな。こうしているとサイバトロンとデストロンが戦っているなんて嘘みたいね。
もしかしたら僕たち長い夢を見ているのかもしれないな。冗談だよ。夢じゃない証拠に君たちがいるもんな。あいつらも楽しそうだな。ラットから最初に計画を聞かされた時はちょっと抵抗があったけど、あの子たちの姿を見ていると連れ出してよかったと思うわ。だろうねえ、それよりも早くご飯にしようよ。ったくジムは食いしん坊だな。どうしたらそんなにお腹が減るの？知らないよ。そんなのお腹に聞いてくれよ。あ、誰か来た。スラストだぜ。なんであいつが来るんだよ。確かめに来て正解でした。やはりあのバスに乗っていたのはアストロブラスターのマイクロンだったのですね。このマイクロンたちはいただいていきますよ。逃げろ。頑張って。可愛いものです。それで隠れたつもりですか？来たわよ。しっかり押さえてるよ。分かってるって。逃がしません。みんな早く逃げて。なかなか知恵を使いますね。楽しい追いかけっこになりそうです。追いつかれちまうぜ。そうだ。行くぞ。あの野郎ども。先ほどからうるさいぞ。早く上に。戦略の鉄則を一つ教えてあげましょう。逃げ込むことは逃げ道を失うことと同じなのです。ざまみろ。こんな使い方もあったんだね。俺は分かっていたぜ。ね、本当？手加減してやればいい気になってよくもやってくれましたね。切れましたよ私。子供だからといって容赦はしませんよ。逃げろ。ダメ、出口がないわ。助けに来てよ、コンボイ。来るわけないだろ。俺たち逃げてきたんだから。さあそのマイクロンを渡しなさい。小賢しい。どうしてここに？助かった。大丈夫か？あと少しというところに。マイクロンたちをお前たちに渡すことはできない。偉そうな口が聞けるのも今だけですよ。トランスフォーム発射。コンボイ覚悟。トランスフォームどこだ？ここだ。コンボスーパーモードトランスフォーム。何？来いスラスト。何？チャンスはあります。
コンボイ、ごめんね。僕たちトランスフォームトランスフォーム。ああ、やれやれ、やっと追いついたぜ。お前らなんでこんなことしたんだ。お遊びにしては度が過ぎるぞ。違うよ。僕たちはマイクロンがかわいそうだったから。かわいそう。だってみんなこのマイクロンたちを道具としてしか見てないじゃないか。いくら戦いを終わらせるためだって言っても、戦いたくないマイクロンたちを利用するなんてひどいよ。安心したまえ。彼らを戦いには参加させない。いいんですか。デストロンとの戦いを終わらせるチャンスなんですよ。確かにデストロンとの戦いに勝つことは我々の使命だ。だがあの威力を使い出したら取り留めがなくなる。デストロン側にもマイクロンたちがいることを忘れないでくれ。アストロブラスターを使わなくてもあいつらには勝てますからね。ああ、そうだな。そうだな。ありがとうコンボイ。よかったな。こうしてラットの立てた計画は終わった。でもそのおかげでマイクロンたちの気持ちはコンボイたちに伝わったみたい。ラットの優しさって時にはとっても強いものになるんだって改めて気がつかされたな、私。サイバトロン軍に新たに参加したのはステッパーという名前のちょっとお調子者のトランスフォーマーだった。ステッパーを徹底的に鍛え上げようとホットロットはサイバトロン騎士の外に連れ出したのだが、しかしホットロットの背後に黒いボディの不気味な車が忍び寄ってくる。その謎のトランスフォーマーとホットロットの間には過去に何かがあったらしい。そして少しずつ明らかになるホットロットの過去。戦えコンボイ。